どうもこんばんは、ゆちです。確定申告、免許の更新、その他いろいろ。なんでこんなに書類が一気に来るんだよ、くそー。しかし今宵はなんとボックスさんからのモニター案件、しっかりレビューしていこうと思う。このチャンネルでは美少女プラモにいかがわしいことをしていくチャンネル。よかったらチャンネル登録よろしくな。今日レビューするのはブロッカーズ、ピオーレ、ツバキ。こちらは先行でいただいた初期ロット。現在ボックス店頭またはボックスオンラインで予約を受付中。この俺のレビュー動画を参考にして予約してみてくれよな。さあ早速開けていこう。箱を開けるとパーツがぎっしり入っている。だが俺が見たいのはツバキのおっぱい。この中からツバキのおっぱいを取り出すとこいつだ。これがツバキのおっぱいか。エッチだ。お次に箱から取り出してランナーを並べていこう。並べていくと結構なランナー数、全部で36枚ほどある。結構ランナー数が多いことがわかるが、割とランナー一つずつについているパーツ量はそこまで多くなく、組みやすいパーツ量になっている気がしますね。さらっとランナーの色などを見ていこう。まずは肌パーツ。肌パーツはよく見る肌色って感じですね。ただよく見てほしいのはランナーについているパーツは5個。こんな感じでついているパーツは割と少なめだ。胸とか腰はラバースーツっぽくなっている。こうして見ると褐色肌に近いですね。赤パーツはガイアノーツのローズディープレッドに近い赤。とても深みがあって綺麗だ。ちなみに赤は一色だけではなく、部分的に明るめの赤もある。甲冑なんかにつける金色パーツは他のプラモでもよく見る金色パーツって感じだ。お次は甲冑の黒いパーツ。黒は光沢があり、より甲冑らしい表面の仕上がりになっている。それと合わせて腕や肘の防具は少し色味が違う黒になっていて、先ほどの黒のように光沢はない。さらにインナースーツもしっかり色の違いがあり、こちらはダークグレーっぽい仕上がりになっている。とてもいい色味だ。髪の毛は黒髪だが、よく見ると表面が少しザラッとした仕上がりになっている。より髪の毛っぽい仕上がりになっているってわけだ。そして手は他の美少女プラモだとランナーにくっついたりしていますが、こちらはしっかり切り離されていますね。とてもいいぞ。あとは刀。こちらは刀身のモールドの作り込みがすごい。普通に素組みだけでも映える作り込みだ。最後に台座。ボークスのビプラのジョイントは大きさが違うため、よく台座に悩まされていた。専用台座がついてくるのはとても嬉しい。ざっくりランナーを見ていくのはこんな感じだ。さあここから一気にツバキを作り上げていく。素組みをしたツバキがこんな感じ。凛々しい顔立ちと他のビプラとかにはない細い足のスラッとした感じがとてもいいですね。パーツのディティールなんかも細かくてとてもかっこいい。ちなみに先ほどランナーでお話ししたスーツっぽいところ、ほんのちょっと本来の肌より暗めになっている。イラストでもほんのちょっとの違いになっているため、ランナーを見るまで俺も気づかなかった。しかしこのヌルデカがイラストだとちょっとエッチに見える。続いて可動。足の可動は腰のパーツが邪魔しそうだが、腰パーツは角度調整が可能になっているのでしっかり可動できる。腕も袖が邪魔しそうに見えるが、可動が狭まることなくしっかり可動できる。さらに腰もしっかりひねることができ、前後にもしっかり腰を折り曲げられる。頭のポニーテールは根元の関節で上下に可動し、ロールで回すことも可能。このようにしっかり可動するので、女の子らしいポージングができたり。お次に武装パーツ。武装パーツたちはこんな感じになる。多すぎず少なすぎず、ちょうどいい武装の量な気がする。では武装パーツの付け替えをざっくり見ていこう。まずは足から見ていこう。足は足首の部分を取り外し、専用のすね当てのパーツをセットし、足首から下にも専用のパーツを取り付ければ足の完成だ。続いて腰は既存の装甲を取り外し、この変わったリボンの装甲を装着。横に 3mm のジョイントができるので、腰の装甲パーツを装着。股の部分には股下にボールジョイントが出てくるので、そこに装甲パーツを取り付ける。胸元も装甲を取り外し、新たに専用のパーツを装着。前面の装甲を取り付けたら後ろにも装甲を取り付けていく。お次は腕のパーツ。腕は肩から下を一度外して、左肩には新たにマントパーツをセット。肘から下にも装甲パーツを装着すれば腕周りは完成。頭は一部パーツを取り外し、兜を取り付けるだけ。
最後に武器。腰の後ろには武器の刀を収めるジョイントパーツを装着。そこに刀を収めていけば装甲パーツの完装は完成。どうですか？武装は割と美少女プラモの取り替えって感じで、とてもボリュームがありました。少し手間ですが、出来上がると女の子としてのシルエットもちょいちょい残しつつ、しっかり武者っぽいかっこいい仕上がりになる。特に尖っているのが腰のリボン。なかなか見ない造形ですよね。リボンだけどこういうメカっぽいところを残しているのは結構好みだ。さあ、あとは可動域だよね。今回も足から見ていこう。足は元の足にそのまま装甲をつけているので、しっかり二重関節で動きます。ただ腰の装甲があるので、女の子座りとかは厳しいです。ただ膝立ちポーズや腰ダメをするポーズなんかはしっかり取れます。腰アーマーは関節で角度変更することが可能です。股のタレもボールジョイントなので、足の可動に合わせて角度を調整可能。リボンはここの紐っぽいところが角度変更できます。胸周りはこれだけ武装を持っているのにしっかりひねることができる。そして前後にも折り曲げることが可能。ただ左腕のマントは胸元の飾りと干渉してパーツがポロリしてしまうので、動かす時注意が必要だ。何よりもちょっとマントが邪魔になって可動域が狭まっている。一応しっかりポーズは取れるので、フル武装大好きな人は安心してほしい。マントは窮屈で嫌だなっていう人は、右側の腕と同じように軽装甲に換装可能。マントよりは軽装甲なので、とても柔軟に腕が動かしやすくなる。頭の可動には特に文句はない。しっかり横にも触れるし、縦にも触れる。パーツの干渉はほぼない。最後に刀。刀の鞘は結構大きく動き、脇の下に持ってきて抜刀のポーズとかも取らせられます。ただ刀を納刀できるのですが、結構かっちりはまるので、塗装する際は少し内面をヤスリがけしてから塗装をしないと剥げそうな気がします。では気になる点は部分塗装が多いことですね。もちろん素組みのこのままでもとてもかっこいいんですが、説明書と見比べると部分塗装するところが多いんですよね。例えば甲冑の先端やこの愛字のモールド、その他にも足のモールドとか、ちょっと他の美少女プラモよりは多い感じがしますね。これぐらいで気になる部分はそこまでない。最後にざっくり交換パーツ。顔は全部で4種類。初期ロットでついてきてないんですが、製品版だと印刷なしのフェイスパーツが付属します。ハンドパーツは全部で5種類。さて、俺なりのざっくりレビューは以上だ。今回のブロッカーズ、フィオーレ、ツバキのレビューはいかがだったでしょうか。概要欄にボークスオンラインの URL を貼っておくので、気になった方は予約してみてほしいぜ。でも、まだ迷ってるよっていう方は、この後、急いで塗装するので、そちらも参考にしてみてほしいぜ。それでは、今日の動画はこんな感じ。和風美少女で、皆さんは何を想像しましたか？俺はクッコロな展開を想像したぜ。よかったらコメント欄でみんなの癖を書いていってくれよな。それでは次回の動画でまた会おうぜ。またな。